皆さん、こんにちは。心理カウンセラー佐藤修人です。日頃私はこちら、あるまま日記に多くの方々と取り組んでいます。そして先日、この取り組んでくださっている方から、すごく嬉しいメールをいただきました。その内容を皆様とシェアできればと思い、今、動画に撮っています。どうぞ最後までご視聴のほどお願いいたします。さあ、いただいたメールでございます。次のような内容でした。ポイントをお伝えしますと、その方は、普段どうもね、もう周りの点がすごく気になっていて、自分からはなかなか言いたいことが言えなかったんだそうです。また何か頼まれてもですよ、嫌だと断れませんでした。そういったこともあって、どうもね、首の後ろとか背中にドヨーンと重たいものを日々感じていたんだそうです。ところが、この日記を書くようになってから、この日記を書くときにはね、この時間というのは自分だけの穏やかな空間、時間なんだな、っていうことを実感できるようになったとおっしゃっていました。まさにね、外の視線から、スイッチが切り替わって、自分だけの時間っていうふうに切り替えることができたんだと思うんですね。この日記の効果でございますが、3つ挙げることができます。ご自分の心身のバロメーターが分かり、整います。その結果、ご自分の自律神経が整います。そして3つ目、気持ちが穏やかになります。最終的には、この自分の軸が整うんですね。先ほどの方のケースで申し上げますと、この時間は自分だけの穏やかな空間、時間なんだ。これまさに自分の軸って言ってもいいと思うんですね。さあ、ではなぜね、日々この日記に取り組むことが自分軸になっていくのか。もう少し掘り下げて考えていきましょう。さあ、二つ質問です。一つ目、ルーティンワーク何かございますか？二つ目、では取り組んでいる方は、その効果、どのような効果がございますか？今ね、ルーティンワークって申し上げました。大きく二つに分けることができます。一つ目、同じ時間に日々取り組むこと。これ日課って言ってもいいと思うんですね。例えば朝起きて散歩をする。あとは、夜寝る前にヨガに取り組む。会社であれば、就業前の朝礼。こういったものがね、日課、ルーティンワークって呼べるものですね。ただ二つ目、〇〇の時に行うもの。これ儀式っていうような言い方もできます。スポーツ選手などでね、よく見かける場面あります。例えば野球で言うと、イチロー選手。イチロー選手はバットをぐるぐるって構えて、ピッと、ね、袖を引っ張ってから構えました。打席に立つのこれ儀式って言ってもいいと思うんですね。あとはラグビーで言うと、五郎丸選手。フリーキックを打つ前に指を立てるこのポーズ。すごくね、人気ありましたね。五郎丸ポーズなんて呼ばれています。あとは物理学者のアインシュタイン。アインシュタインは仕事や研究に取り掛かるとき、うまくいくっていう場面をイメージしてから取り組んだんだそうです。またはヘレン・ケラーさん。ヘレン・ケラーはなんか落ち込んだなーっていう時には、植物に触れたり、話しかけたり、香りを変えたりしたんだそうです。そうすることによって気持ちを切り替えることができたんですね。でこの丸2のグループは、丸々の時に行うものになります。そしてこのルーティンワークですけどもね、何か同じ行為だったり、言葉だったり、イメージしたりっていうことがこのルーティンワークに入っていきます。では、この成果、ね、どういった成果があるのかっていうと、2つ挙げることができます。丸1、気持ちを切り替えることができます。先ほどね、ヘレン・ケラーがですよ、落ち込んでるとき、ね、花に触れることによって気持ちを切り替えることができました。これ、アルマ日記もそうですよね。なんか今日一日落ち込んだなと思っても、日記を書くことによって気持ちを切り替えることができます。また二つ目、集中力を高めることができます。野球選手のイチローですとか、五郎丸選手。ね、これ集中力を高めるポーズになりますね。これ、日記もそうだと思います。ね、日々書くことによって、自分に対して向き合う。この集中力というのがまさに自分の軸を育てていくことになるんですね。そして最終的に、これ、自信につながっていきます。ここにね、自然とってありますが、
どうでしょうね、皆さん。僕は自信があるんだと言うだけで自信ってつくでしょうか。これなかなかつきにくいと思うんですよ。日々取り組んでいって、ちょっとずつこうね、進んでいって、自然な形で自信っていうのは積み上げていくような気がするんですね。まさにこの日記もそうです。日々取り組んでたことによって、気がついたら、あ、なんかすごくね、自信がついたよ、自信持てたよっていうのが実感できるんだろうなって思うんです。まさにこれ、自分の軸が整うっていうのは、自信がつくっていう言い方もできると思うんですね。この動画もね、最後になりますが、この日記の書き方につきましては、YouTube の再生リスト、このアルマ日記のところからご覧になってください。一番最初、第1回の動画で、この日記の書き方を解説しています。よかったら合わせてご覧になってください。また、毎週月曜日夜8時から1時間でございますが、この日記を実践する会っていうものを Zoom で開催しています。無料で行っています。興味があるなっていう方は、ぜひね、日記取り組んでいただいて、この実践する会などにもご参加になってください。今日も最後までご視聴くださり、本当にありがとうございました。ではまた。